こんにちは。世界一周中のモモトラベラーはコロンボにあるバンラナナイケ国際空港に到着しました。世界一周2カ国目のコロンボに到着しました。この異国感、どこかインドに似た空気で旅人のテンションが上がります。そして空港に着いてまず驚いたのがこれ。みんな通路の縁でゴロ寝中。ここが落ち着くのかっていうくらい堂々と寝ています。こういう自由さ嫌いじゃないです。さて、今回はスリランカコロンボ空港からカタール航空のビジネスクラスでドーハに向かいます。その前にちょっと変わったラウンジを発見したのでご紹介します。こちらがコロンボ空港のビジネスクラスラウンジ。こんにちは。受付をします。受付の方は民族衣装。こういうディテールが旅の気分を盛り上げてくれます。それでは奥へ進みます。ややこじんまりとしていますが、入った瞬間からエアコンの涼しさと香ばしいカレーの香りに癒されます。中は比較的静かで落ち着いた雰囲気というか、深夜の時間帯だったからか利用者がほとんどいません。途中でもも一人だけ貸し切り状態になりました。一番奥にダイニングエリアがあるみたい。料理はアジア系が中心。スパイシーなカレー、チャパティ、そして謎の揚げ物も。海外ラウンジならではの見たことない料理に出会えるのも楽しみの一つです。実は香港のラウンジから飛行機の中でもひたすら食べ続けてまして、もうお腹が旅疲れしています。このラウンジのご飯もすっごく魅力的なんですが、見ただけで満腹感。とりあえずスリランカのお茶を飲んで落ち着こう。小さめですけどバーカウンターもありますよ。バーテンダーのおじさん、暇すぎてさっきまで寝てました。ラウンジ内の椅子はほとんど一人掛けのソファー席です。座席の間には電源の差し込み口、USB ポートがあって便利です。ラウンジ設備は意外と充実しています。ラウンジに置かれていた現地の新聞、パッと見カラフル、かわいい。でも読めない。この文字よーく見るとくるんくるんしていて、なんか絵文字っぽくないですか？伝統的なシンハラ語なんですが、デザインとして見るとなんだかアートポスターにしか見えない。内容はきっと真面目なニュースですよね。今日の気分占いみたいな見出しに見えてくる。ビジネスカウンターにはパソコンが2台とプリンターが置かれています。こちらはキッズコーナー。子供も飽きないですね。トイレにも行ってみましょう。広さはないですが清潔感があって気持ちよく使えました。トイレにはなんとシャワーが完備されていました。これはイスラム圏によくあるスタイルで、トイレの後に水で清めるのが習慣なんです。異文化に触れる瞬間ってこういう小さなところにもありますよね。
あと気になる扉があるので、そちらも覗いてみたいと思います。なんだこれ、真っ暗な部屋が。恐る恐る入ってみると、誰もいないし、照明もついていない。ちょっと怖いんだけど。部屋の中は真っ暗で、誰もいなくてちょっと怖いくらいの静けさ。一人だとちょっと緊張します。怪しい部屋の正体は、そこにはずらりと並ぶマッサージチェア。ふかふかでリクライニング付き。なんだここ、最高の闇ラウンジだった。気がつけばあっという間に4時間近く。コロンボ空港のラウンジは決して派手ではないけど、旅人に優しい静かなオアシスでした。そしていよいよカタール航空に搭乗します。4時35分発 QR659 便ドーハ行き。搭乗が始まったようです。ゲートを入り、通路を進みます。さあ、いよいよカタール航空のビジネスクラスに搭乗します。実はこの便、もともとは222配列の旧型ビジネスが来る予定だったんですが、まさかのサプライズ。最新の B787 の旧ドリームライナーが来ました。いや、これは本当に嬉しすぎる。テンション爆上がりです。嬉しくてジャンプしたい。しかも旧スイートではないものの、ちゃんとスライド式のドア付きなんです。これだけでかなりプライベート感ありますよね。これ寝るのがもったいないやつです。121の全席通路アクセスです。ちなみにこの B787-9 にはファーストクラスはなく、ビジネスクラスが最上級。その分広めのビジネスクラスがずらりと並んでいて、かなり力が入っている印象です。シートにはビニールに包まれたブランケットと大きなクッション。ウェルカムドリンクはレモンミントジュースをいただきました。おいしい。飲んだ後の爽快感はレモンジュース以上です。エコノミークラスもちょっとだけ覗いてみました。333の配列となってます。新しくて清潔感ありますね。何これ、ちっちゃ。手のひらサイズぐらいで、あれ、これがビジネス用って感じですが、逆にちっちゃくて可愛いかも。中身はアイマスク、靴下、イヤープラグの3点が入っています。ディプティックのおしぼりです。こちらが座席横の電源周り。ユニバーサル電源 USB ポート、そして 3.5mm のヘッドホンジャックが並んでいます。しっかり日本のプラグにも対応しているので、変換アダプターがなくても安心。そしてモニターのリモコンもここに収納されていて、座ったままの操作もバッチリです。
ここちょっと感動したポイント。スマホをスッと立てかけるだけでワイヤレス充電が始まるんです。場所も絶妙で目の前の視界を邪魔せず、しかも見やすい角度。こちらには収納ボックスがあります。中にはヘッドフォンとミネラルウォーターのボトルがあります。飛行機ってガジェットの置き場に困りがちなので、こういう収納スペースはありがたい。ライトもおしゃれですね。こちらのボタンでシートのポジションを変えられます。もちろんフルフラットシートになるのでぐっすり眠れますね。目の前には大きなタッチスクリーンモニター。反応も良くてエンタメもかなり充実しています。これはアームレストだと思うんですが、どうやって引き上げるんだろう。上がりました。革張り風の柔らかさがあって、肘を置いた時のフィット感が絶妙なんです。寝る時には収納できるので、ベッドモードでも引っかかる感じがなくて快適です。足元はこんなに広々。機材は B787 の9です。安全しおりですね。スクリーンでは機内安全ビデオが始まっています。窓の調光はボタン式です。手でカーテンを閉めるタイプではないので近未来感がありますね。午前4時20分、プッシュバックが始まりました。シートベルトですが、腰だけではなく斜めからもかけるようにと、今 CA さんに注意されたので急いでかけてます。腰ベルトだけじゃないんですね。こちらが朝食メニューってめちゃくちゃ本格的。マサラパニアラムイドゥリトサンバル、読めないけど絶対うまいやつですね。離陸の準備が整ったようです。それではドーハに向けて出発します。行ってきます。スライドドアを閉めてみました。個室感ありますよね。トイレに来ました。広めのトイレですね。トイレには窓もついています。手洗いスペースの周りを見てみましょう。ペーパータオルにティッシュ、使い捨てにするにはもったいない歯ブラシ。こちらなんとディプティックのスキンケアが置かれていました。フライト中にこの香りと質感、正直テンション上がります。楽しみにしていた機内食の時間です。
料理がセッティングされていきます。高級レストランみたい。朝食はまず色とりどりのフルーツサラダからスタート。ドリンクはモクテルにしました。ブラックベリーにブルーベリー、スイカやメロンまで入った贅沢な一皿です。機内でこういう新鮮なフルーツが出てくるだけでちょっと感動しますよね。甘いし乾燥しているので喉が潤います。こちらがメイン料理。今回選んだのはケララ風チキンシチューとマサラパニヤラム。美味しい。クリーミーだけどスパイスが効いたチキンです。エスニック料理大好きなのでこれを選んで正解。この白くてもちもちしたイディアッパム、そうめんみたいで不思議な食感。これはライスの方が嬉しかったな。南インドの朝ごはんをまさか空の上で食べられるとは思いませんでした。そしてバスケットの中にはふわふわのクロワッサンとロールパンが。外はパリッ、中はしっとりでちゃんと温かいのが嬉しいポイント。バターとジャムをたっぷりつけて朝から優雅すぎる時間が流れていきます。食後にグリーンティーとチョコチップクッキーをいただきました。お腹もいっぱいなのでベッドを作って休もうかな。あっという間にフルフラットになってベッドの完成です。寝る準備も整いました。ドアを閉めれば個室。完璧ですね。ベッドを作って横になったまま大画面で映画。もう完全に空飛ぶスイートルームです。もはやぐうたらの極みですね。寝ながら映画を見てお水を取るのすらちょっとめんどくさい。人として戻ってこれる気がしません。おはようございます。現在ドバイ上空を飛行中です。残りの飛行時間は1時間16分です。見えてきましたね。ここドーハはカタールの首都。中東らしい雰囲気と近未来的なビルが混ざり合う不思議な街です。
窓の外にドーハの街並みが見えてきて、ああここまで来たんだなって実感が湧いてきます。今回はドーハの街には出ず空港内で過ごします。ここハマド国際空港には街に出なくても楽しめるという噂のビジネスラウンジがあるんです。しかもそのラウンジ実は2カ所あるとのこと。せっかくなのでどちらもチェックしてみたいと思います。無事に着陸しました。現在、日本人がカタールに入国する場合、観光目的短期滞在の場合、ビザは不要です。着いてしまった。快適だとあっという間。飛行機を降りる前にシートのデザイン素敵ですよね。そして斜め掛けのシートベルト。快適すぎた空の旅、終わるのがちょっと名残惜しいです。日本語上手ですね。暑いですね。飛行機を降りた途端もわっとします。外はもっと暑そう。そして空港に降り立つと見えてきたのはあのシンボル、巨大な黄色いランプベア。ドーハに来たんだと実感する不思議な存在感です。ということで今回の動画はここまで。次回はドーハ空港のラグジュアリーな空間をゆっくり堪能します。お楽しみに。